一枚の写真に一機の戦闘機が写っている。零式艦上戦闘機、通称ゼロ戦。AI で当時の色を蘇らせてみる。太平洋戦争が始まった時、このゼロ戦は世界の空を驚かせた。3000キロを超える桁外れの航続距離、そしてどんな敵機も振り切る無類の格闘性能。連合軍のパイロットはゼロ戦との1対1の戦いを固く禁じられた。それは当時の日本が世界の最先端に並んだ瞬間だった。これを設計したのは三菱の一人の技師である。名を堀越二郎といった。スタジオジブリの映画風立ちぬで主人公のモデルとなった人物である。世界水準に挑んだ日本の技術者たちの物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。ゼロ戦を生んだ男はどんな人物だったのか。堀越二郎は群馬県の生まれである。画面に映るのは若き日の堀越二郎。幼い頃から飛行機に憧れ、東京帝国大学の航空運学科へ進んだ。その成績は首席。卒業生の中でただ一人の最優秀だった。大学を出た堀越は三菱に入社し、戦闘機の設計者となる。当時の日本の航空技術はまだ欧米に大きく遅れていた。エンジンも設計の手法も多くを外国から学んでいる段階だった。堀越はその差を自分の手で埋めようとした。世界に通用する飛行機を日本人の設計で作り上げる。それが若い技師の揺るがぬ目標だったのである。だが最初の挑戦は手痛い失敗に終わった。堀越が初めて任された海軍向けの戦闘機である七式艦上戦闘機と名付けられた試作機。意欲的な設計だったが、試験飛行で機体は安定を失った。性能も海軍の求める水準には遠く届かなかった。結局この機体が採用されることはなかった。堀越にとって苦い最初の挫折である。しかし彼はこの失敗から多くを学んだ。なぜ失敗したのかを徹底的に分析し、次の設計に生かす。その積み重ねこそが後の傑作機を生む土台になっていく。壮絶から数年後、堀越は一つの傑作を世に送り出す。96式艦上戦闘機である。この機体は全身を金属で覆った全金属の単葉機だった。それまで主流だった布張りの複葉機とは全く違う。滑らかな金属の機体は空気の抵抗を大きく減らした。96式艦船は当時の世界の戦闘機に引けを取らない性能を見せた。日本の戦闘機が初めて世界の水準に追いついた瞬間である。堀越の名は海軍の中で確かなものになっていった。そして海軍はこの若き技師にさらに大きな課題を突きつける。それが後にゼロ戦と呼ばれる機体の始まりだった。海軍が出してきた要求は設計者にとって悪夢のようなものだった。新型戦闘機に求められたのは全てを同時に満たすことだった。まず速いこと。最高速度は時速500キロを超えること。次に長く飛べること。遠くの敵地まで往復できる航続距離。さらに軽やかに動くこと。敵機を振り切るさつれた格闘性能。加えて強力なこと。20ミリの機関砲を2門も備えること。そして空母から飛び立ち空母に降りられること。速さと航続力と運動性と武装。本来これらは互いに打ち消し合う矛盾する要求だった。早く重い武装を積めば機体は重くなりよく動けなくなる。遠くまで飛ぼうとすれば燃料を増やしまた重くなる。
海軍の技術者の中にさえ、こんな機体は不可能だ、という声があった。その難題が、堀越二郎の前に突きつけられたのである。モドゥンする要求をどう解くか、堀越が出した答えは、たった一つの言葉に集約された。軽くすること。機体を徹底的に軽くすれば、すべての問題が解ける。軽ければ、同じエンジンでも早く飛べる。軽ければ、少ない燃料でも遠くまで届く。軽ければ、敵機を振り切る鋭い動きができる。すべての鍵は、機体の重さを極限まで削ることにあった。だがそれは、口で言うほど簡単なことではない。1グラムでも軽くするために、堀越と技術者たちは、設計の隅々まで執念とも言える工夫を重ねていく。軽量化を支えたのは、日本が世界に誇る一つの新素材だった。超々ジュラルミンと呼ばれる特別な金属である。これは住友金属の技術者が世界に先駆けて実用化した軽くて強い合金だった。ゼロ戦はこの最先端の金属を機体の骨組みに使った。軽くてしかも丈夫な超々ジュラルミンはまさに理想の素材である。堀越たちはその骨組みにいくつもの穴を開けた。強さを保てるギリギリまでいらない部分の金属を削り取っていく。一箇所ではわずか数グラム。しかし機体重で積み重ねればその差は何十キロにもなった。世界でもまだ珍しかった新素材と執念の工夫、その両方が軽い機体を初めて可能にしたのである。軽さへのこだわりはネジ一本にまで及んでいた。機体の表面を留める無数の鋲手である。普通金属の板は頭の出っ張った鋲で留められる。だがその小さな出っ張りが空気の流れを乱し抵抗を生む。そこでゼロ戦は頭が表面と平らになる沈頭鋲を採用した。機体の表面はつるりと滑らかになり空気の抵抗が減った。こうした細かな工夫の一つ一つを形にしたのは工場で働く熟練の職人たちの手だった。ミリ単位の精度で金属を削り曲げ組み上げていく。優れた設計とそれを実現する高い工作技術、そのどちらが欠けてもゼロ戦は生まれなかったのである。どれほど軽くても力強い心臓がなければ飛行機は飛べない。その心臓となるエンジンにゼロ戦は一つの転機を迎える。試作の始め、ゼロ戦は三菱製の随成エンジンを積んでいた。だが海軍はより審査の進んでいた中島製の栄エンジンへの換装を命じた。栄エンジンはずば抜けて大きな出力があったわけではない。しかし軽くて信頼性が高く燃費にも優れていた。軽い機体に効率の良いエンジン、その組み合わせが結果として長い航続距離を生む力になった。機体と素材とエンジン、そのすべてを軽さという一本の筋で貫いたのである。ゼロ戦は堀越二郎一人の作品ではない。その背後には若い技術者たちの大きな集団があった。画面に映るのはゼロ戦を生み出した三菱の設計チームである。空気の流れを計算する者、強度を確かめる者、エンジンを担当する者、それぞれの専門家が知恵を持ち寄り、一機の飛行機を作り上げていく。堀越はその全体をまとめる設計主務者だった。連日連夜、計算尺を弾き、図面面を引き直す。机の上の戦いが来る日も来る日も続いた。一人の天才ではなく、技術者たちの総力。それが日本の航空技術の本当の底力だったのである。そしてついに最初の試作機が完成する。だが、その機体を飛行場へ運ぶ場面に当時の日本の姿があった。完成した試作機は名古屋の三菱の工場から各務原の飛行場へ運ばれた。その距離はおよそ48キロ。
ところが、これを運んだのはトラックではなかった。なんと、牛が引く物資だったのである。舗装された道は少なく、トラックの振動は精密な機体をきためてしまう。そこで、ゆっくりと進む牛車に乗せ、2日がかりで運んだ。世界最先端の飛行機を牛が引いていく。その光景は、日本の技術と国の力の差を何よりも物語っていた。最高の頭脳が生んだ機体を最も古い手段で運ぶ。それでも日本の技術者は世界水準の機体を確かに作り上げていたのである。昭和14年、試作機は初めて空へ舞い上がった。操縦したのは三菱のテストパイロットである。エンジンがうなりを上げ、機体は滑走路を駆け抜けた。そしてふわりと軽やかに浮き上がる。見守る技術者たちの胸に込み上げるものがあった。何年もの計算と無数の試行錯誤が今空で形になった。試験飛行を重ねるごとに機体の優秀さが明らかになっていく。軽く、速く、よく曲がり、そして遠くまで飛ぶ。海軍が突きつけたあの矛盾だらけの要求、そのほとんどすべてをこの一機は満たしていたのである。完成した機体は昭和15年、零式艦上戦闘機として採用された。後期に1600年にちなみ、末尾のゼロを取ってゼロ戦と呼ばれる。画面に映るのはゼロ戦の中でも有名な21型である。その性能は当時の戦闘機の常識をはるかに超えていた。最高速度は時速500キロを上回る。そして何より驚かれたのが航続距離だった。増装と呼ばれる燃料タンクをつければ3000キロ以上を飛び続けられた。これは当時の戦闘機としては桁違いの長さである。20ミリ機関砲の強力な武装と鋭い格闘性能も備えていた。速さ、航続力、運動性、武装、不可能と言われたすべてをゼロ戦はその身に宿していたのである。ゼロ戦が初めて実戦に出たのは中国大陸の空だった。その初陣は伝説と呼ぶにふさわしいものだった。昭和15年9月、13機のゼロ戦が敵の戦闘機体と空でぶつかった。数で勝る敵を相手にゼロ戦は次々と相手を撃ち落としていく。そしてこの戦いでゼロ戦は一機も失われなかった。優れた格闘性能と強力な武装、その威力をゼロ戦は初陣で見せつけたのである。中国の空でゼロ戦に勝てる戦闘機はもはや存在しなかった。日本の技術者が作り上げた一機が大陸の空を完全に支配した。その評判はやがて海の向こうの連合軍にも伝わっていく。昭和16年12月、太平洋戦争が始まる。その初戦でゼロ戦は連合軍に大きな衝撃を与えた。画面に映るのは空母の甲板で発進を待つゼロ戦たちである。長い航続距離を生かし、ゼロ戦は敵の予想をはるかに超える遠くまで飛んだ。連合軍はまさかこんな遠方まで戦闘機が来るとは考えていなかった。そしていざ空で戦えばゼロ戦の格闘性能にはまるで歯が立たない。連合軍の戦闘機は次々と撃ち落とされていった。東洋の小さな国にこれほどの戦闘機が作れるはずがない。そう信じ込んでいた連合軍にとってゼロ戦の登場は悪夢だった。彼らはこの衝撃を後にゼロショックと呼んだのである。ゼロ戦の強さは連合軍の戦い方そのものを変えてしまった。それは一機の戦闘機が敵に与えた異例の影響だった。画面に映るのは機体に撃墜の印を並べた歴戦のゼロ戦である。連合軍のパイロットにはやがてある命令が下された。ゼロ戦とは決して1対1の格闘戦をするなという命令である。まともに格闘戦を挑めばまず勝ち目はない。だから2機以上で挑め、急降下で一撃を加えてすぐに離脱せよ。世界の強国が一機の戦闘機を相手に戦法を改めさせられた。それほどまでに
ゼロ戦は恐れられたのである。日本の技術が生んだ一機が世界の空にその名を刻んだ瞬間だった。無敵に見えたゼロ戦にも終わりの始まりは静かに訪れた。きっかけは北の島に不時着した一機のゼロ戦だった。昭和17年、アリューシャン列島で一機のゼロ戦が不時着した。機体はほぼ無傷のままアメリカ軍の手に渡る。アメリカはこのゼロ戦を本国へ運び、徹底的に調べ上げた。なぜこれほど身軽に飛べるのか、そしてどこに弱点があるのか。調査の結果、ゼロ戦の長所も、そして弱点も、すべて明らかになった。アメリカは、ゼロ戦に勝つための新しい戦闘機と戦い方を練り上げていく。一機のゼロ戦が、ゼロ戦の優位を終わらせる手がかりになったのである。ゼロ戦には、その軽さと引き換えに、ある弱点があった。それは、設計の最初から、覚悟の上で捨てられたものだった。ゼロ戦には操縦士を守る防弾の装甲がほとんどなかった。被弾すれば燃え広がる燃料タンクにも十分な備えがなかった。軽さを最優先したために身を守る重さは削られていたのである。そのためたった一撃を受けただけでゼロ戦は炎に包まれることがあった。戦争の前半、ゼロ戦はその身軽さで敵を圧倒した。しかし戦争の後半、敵が一撃離脱の戦法を取るようになると、防弾のない機体は次第に不利を強いられていく。軽さという最大の長所は、同時に最大の弱点でもあったのである。ゼロ戦の弱点は、本当は日本の国力そのものの弱点だった。技術者たちは、その壁を痛いほど分かっていた。画面に映るのは工場で組み立てられていくゼロ戦の列である。堀越たちはゼロ戦に続く新しい戦闘機の開発も進めていた。しかし、より強力なエンジンも新型機もなかなか間に合わない。アメリカは次々と高性能な新型機を桁違いの数で量産していった。国力の差は戦争が長引くほどはっきりと現れていく。日本はたった一機の名機を限界まで使い続けるしかなかった。優れた設計者がいても、それを支える国全体の力が足りない。その現実がゼロ戦の運命に重くのしかかっていったのである。戦争の末期、ゼロ戦には設計者の意図とは違う役割が与えられた。それは二度と帰らない出撃だった。画面に映るのは爆弾を抱え特攻へと向かうゼロ戦である。制空権を失った日本は、ゼロ戦に爆弾を積み、敵艦へ体当たりさせた。空を自在に舞うために生まれた機体が、片道の兵器となっていく。軽やかに飛ぶことを夢見て設計されたゼロ戦の、あまりに悲しい姿だった。世界を驚かせた傑作機が、若者を乗せて、海に散っていく。堀越二郎は、自らの設計した機体のその最後を、どんな思いで見ていたのか。技術の誇りと戦争の現実。その二つの間で、ゼロ戦はその役目を終えていったのである。零式艦上戦闘機ゼロ戦。矛盾だらけの要求に1グラムへのこだわりで挑んだ日本の傑作機である。世界に先駆けた蝶々ジュラルミン。滑らかな沈頭病。職人の手仕事、そのすべてを堀越二郎と技術者たちが一つにまとめ上げた。ゼロ戦は東洋の国にも世界水準の飛行機が作れることを世界に証明した。一方で、その機体を牛車で運んだ姿は国力の限界も映していた。優れた頭脳とそれを支えきれない国の力。ゼロ戦はその両方を私たちに伝えている。戦後、堀越二郎は再び日本の空のために働いた。仲間たちと共に戦後初の国産旅客機 YS-11 の開発に加わったのである。さらに大学で教え、次の世代の技術者を育てていった。堀越がこの世を去ったのは昭和57年、78歳だった。
焼け野原から立ち上がった日本は、やがて世界有数の技術大国になっていく。その原点には、ゼロ戦に挑んだ技術者たちの誇りと執念があった。世界水準の技術を自らの手で生み出した先人たちがいた。そしてその傑作が戦争という時代にどんな運命をたどったのか。私たち日本人はそのことを決して忘れてはいけない。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価チャンネル登録で応援よろしくお願いします。